かちです。今日はね、バイクに乗ったきっかけを話そうかなって思います。バイクに乗ったきっかけはね、結構偶然の塊、偶然の重ね合わせでお重箱みたいになってるんだけど、まずね、最初に私が実家に住んでた頃に原付の免許を取ろうと思ったので、なんで原付の免許かっていうと、実家の周りが結構坂があったりして、坂を登ったり降りたりするのが自転車だとちょっと辛い急な坂が多くて、それで16歳になったから原付欲しいなって思って、で乗りたい原付まで決まってたのよ。それがビーノっていう原付で、私はビーノに乗るんだって思って原付の免許を取ることに決めたのね。でお母さんに原付買いたいんだけど免許ってどこで申し込めばいいのって聞いたら、教習所行きなよって言われたから、教習所に行ってみたの。最寄りの教習所に。それで原付の免許欲しいんですけど、どのコースに入学すればいいですかって聞いたら、うちは原付の免許やってませんって言われちゃって、で原付の免許やってないんかいってなったから、原付の免許が取れない教習所だったのね。それでじゃあどのコースだったら原付に乗れて私でも取れる免許があるんだろうってお姉さんに聞いてみたら、二輪のコースがあるからそれだったら原付にも乗れるよって親切に教えてくれて、で二輪のコースって言ってもいろいろあるじゃない。小型二輪だったり、あとオートマ限定二輪で、その中で普通自動二輪だっけ、マニュアル車に乗れるやつ、それがどんなバイクでも乗れるよっていう話で、値段もオートマ限定と多分1万円くらいしか買わなかったのかな。で私はすごいケチというか、なんか大場所を兼ねる精神がすごくて、じゃあこっち取っとけば将来的に必要になった時もいいじゃんって、1万しか買わないんだったらこっちにしますってで教習所に入校したんだよ、ビーノに乗るために。それで始めた教習なんだけど、あんまり16歳の女の子でバイクの免許を取りに行く子が少ないからと思うんだけど、教官にどんなバイクに乗りたいのって聞かれて、ビーノですって答えたら、ビーノみたいな反応が返ってきて、今なら意味がわかるんだけど、いやなんで中型取りに来たのって感じだよね。それで見かねた教官がグーバイクの雑誌だったかな、中古車のさいっぱい載ってる雑誌があるじゃない。あれを買ってきてくれてプレゼントしてくれたの。それで好きなバイクのところに丸をつけて見してごらんって宿題を出されて、それで家に帰ってね、1ページ1ページめくってみたら、ビーノ以外にもすごい可愛いバイクがいっぱいあって、どうしよう、あれにも乗りたいこれにも乗りたいっていっぱい丸つけて返したんだよね。そしたら私がいっぱい丸をつけてたバイクはドラッグスターっていうヤマハのバイクだったみたいで、じゃあ私はドラッグスターに乗りたいんだっていうことがようやく分かって、でそれがアメリカンとかクルーザーって呼ばれる車種なこともそこで初めて知って、バイクにいろんな種類があるのも全然知らなかったんだけど、全部教官が教えてくれて、でそれからはドラッグスターに乗るために教習を頑張るって、お金も貯めるって思って、そんな感じで二輪免許を取得しました。だから周りに本当にバイクに乗ってる人一人もいなくて、原付に乗ってる人もいなかったかな。相談できる人が教官くらいしかいなくて、その教官がいなかったら私は今どうなってたか想像もつかないけど、教官ありがとう。ちなみに名前は覚えてない、顔も覚えてない。でもこの動画をもし見ててくれたら連絡してください。お礼がしたいです。で卒業後はね、お金を貯めるのに必死でいっぱいバイトして、ようやく15万くらい貯まったところで、どうにかオンボロバイクでもいいからドラッグスターが買えないかなと思って近くのバイク屋さんに行ってみたの。そしたらドラッグスターはちょっと15万じゃ買えないけど、ドラッグスターの前のモデルのビラーゴっていう車種だったらもしかしたらあるかもしれない。全国から探してくれて、そこで私が気に入る色のビラーゴを見つけてくれたから、もう原車も見ずにこ
これが私にいいよって言うんだったらこれにしようと思ってビラーゴを買いました。でビラーゴ買ってからはね、もう乗りたくてしょうがなくて、ほんといろんなとこ行ったし、一人でずっと環状線をぐるぐる回るみたいな謎の毎日を過ごして間違えて首都高乗っちゃったりとかもあったし、もうそれが楽しくていろんなとこに行けるようになったのが楽しすぎて、でもやっぱりドラッグストアへの憧れは消えないわけよ。そこでお金を貯めて、まあそんなに貯まんなかったんだけど、ローンを組んでドラッグストアに乗り換えて、そこからどんどんバイクが増えてったり買い替えたり、もうどっぷりバイクライフに浸かり始めて、でドラッグストアが私の目標だったんだけど、バイクを知れば知るほどもっといろんなバイクに乗りたくなっちゃって、でやっぱりアメリカンに乗ってたからハーレーには憧れがあって、まあ、なんだかんだでハーレーに乗ることになって、そっから仲間もハーレー仲間みたいなのも増えてきて、人とツーリングすることも多くなってきて、そしたらね、もっとずっと楽しいバイクライフが待ってたんだよね。最初は 50cc の原付に乗るつもりで取った免許だし、本当今考えれば原付じゃなくて電動アシスト付きの自転車でもよかったんだろうけど、そんなきっかけで 250cc のバイクから始まって、それが400になって、400が1600になって、かと思いきや 400cc になったり800になったり、今は2班にもなってるし、本当に好きなことを追求してる、生きてるって感じがする。いろいろ嫌なこととかもあるけど、バイクがあるから私はどこへだって行けんだぞっていう自信にもつながるし、自由になれるよね。バイクは自由だっていうのは本当だと思う。それがアイデンティティだし、もうバイクに学生時代から乗ってたらバイクに乗ってない自分は想像できないしさ、あって当たり前というか、まだまだ峠道とか初心者だけど、こんなに素敵な景色を見させてくれてありがとうって気持ちしかない。どんなきっかけでもハマる人はハマるし、私はもうどっぷり沼に浸かっちゃってるから、もうね、救いようがないよねこんな海とかさ、バイク乗ってなかったら絶対見に行かないよね。車じゃ感じられない風や匂いもいっぱい感じて、もうすぐ目的地に着くかな。これすごい綺麗だよ。バイクと一緒だとなおさら綺麗。この細い道もバイクだから通れる。そんなことはない。おー、すごいカーブ。よいしょ。道合ってんのかな。こうやって迷うのが楽しいのもバイクならでは。車だったらあんまり迷いたくない。徒歩ならなおさら。見渡す限り海じゃん。すごいね。りんちゃん海だよ。海は好き？錆びるから嫌いかな。わあ、グラベルロード。止まろう、ここら辺で。ダメだよ、砂利は。砂利はまずい、砂利は。迷うのも旅の醍醐味。目的地はあれ、見えないけどすごい遠くに見えてるタワー。U ターンさせます。それではまた次回の動画でお会いしましょう。またね。